はい、こんにちは。今回は、ダイナックスのディーバーオーバードライブにフェンダーのストラトキャスターを組み合わせてアンプのサウンドをさらにプッシュして少しワイルドめな多彩なサウンド作りをお届けします。前回のディーバーオーバードライブのレビューでは、ローゲインのサウンドを中心に紹介しましたが、今日は、アンプのクランチ、それからクリーンにうまくブーストをかけてブルースロックとかファンクロックとかっていうね、2種類のサウンドを目指してみようと思います。具体的にはマーシャルの SV20H で作るちょっとラウドなブルースロック的なサウンドと、それから、メサブギーのデュアルレクチファイアのクリーンチャンネルに少し倍音を足して作るファンクロックなサウンドについて、それぞれじっくり解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあまずは今回の機材をざっと紹介します。ギターがこのフェンダーのストラトキャスター、ものすごい普通のシングルコイルがついたやつです。で、ペダルがディーバーオーバードライブ。そしてアンプですね。マーシャルの SV20H。これをクランチ寄りのセッティング。で、メサブギーのデュアルレクチファイアをクリーン寄りのセッティングにしています。で、今回はマーシャルでブルースロック、メサブギーでファンクロックなサウンドをイメージしてサウンドメイクしていきます。各サウンドのポイントはこれから順番に解説しますね。ではまず、ブルースロックサウンドから。目指したのは、ちょっと意識したのは、フィリップ・セイス風の、迫力のあるブルージーなトーン。枯れたブルージーっていうよりは、ロックなブルージーなサウンドですね。で、アンプは、マーシャルの SV20H。ゲインを中くらいにして、しっかりクランチが出つつも若干マイルドな設定です。そこに、ディーバーオーバードライブで、今ご覧のようなセッティングにして、トーンをやや明るめにして、マーシャル特有の太くて温かみのあるクランチにディーバーオーバードライブでさらに若干の歪みとブライト感を加えることで、ラウドだけどちょっとチューブ感、ツヤ感のある、しっかり残る、抜けの良いサウンドを狙いました。マーシャルのみだとこういう。このくらいな感じ。若干マイルドめ。で、これでディーバーを加えることで、これちょっと潰れない感じがいいですよね。しっかりブーストしてエッジ感を増すんだけど、潰れない感じ。はい。聞いてもらった感じで、このディーバーオーバードライブは、飽和しすぎず、適度にゲインを上乗せしてくれるのがいいですよね。潰れない感じ。で、この状態だと、歪みすぎないから、チューブアンプらしい、ちょっとした粘りも活かせるのかなと思います。これブルースロックやハードロック系、若干ブルース寄りのハードロック系のリフにもぴったりですよね。皆さんもぜひこのセッティングを試してみてください。コツとしては、アンプのクランチを若干マイルドめにして、このディーバーボードライブでちょっとプッシュして、サチュレーション感とか倍音感を加える感じですね。皆さんもぜひね、チャレンジしてみてください。ブルージーなロックなサウンドにすごく合いますよね。はい、続いては、ファンクロックなサウンド。ここではメサブギーのデュアルレクチといえば、ハイゲインが有名ですけども、実はね、グリーンチャンネルっていうクリーンのチャンネル使うと、すごい綺麗なね、クリーントーンを出すこともできるんですよ。こんな感じの。もう本当にすごい綺麗なクリーンが出せるんですね。で、ここでポイントなのは、クリーンを歪ませるというより、倍音やね、サチュレーション感を加えて、音全体にちょっと艶を
足すイメージでディーバオーバードライブを使うことです。だから完全にクリーンだと少し物足りない時に、倍音が増えるとね、カッティングや単音リフがちょっと前に出て、ファンクなノリを活かしつつちょっとロックなテイストが作れます。ちょっと弾いてみます。まず、クリーンが、これですね。これと。これすごいファンキーなクリーンって感じです。これにですね、ちょっと足してみます。これいいでしょ、これ。とか。聞いてもらった感じで、これは歪んだクリーンじゃなくて、クリーンに倍音やサチュレーションをほんの少しプラスしてあげた感じです。これで耳に刺さらない程度の艶が出て、で、カッティングや単音のリフの輪郭もね、しっかり保てますよね。だからすごいドクリーンだと、パッと聞き綺麗でいいんだけども、少しこうやって倍音を加えることで、いわゆるファンクロックには最高のバランスですね、これはね。はい。というわけで今回はダイナックスのディーバオーバードライブを使って、マーシャルの SV20H をブーストした、フィリップ・セイス風のジャキジャキしたブルースロックサウンド。そして、トミサブギーのデュアル・リッチ・ファイヤーのクリーンに少し倍音を足したファンクロックのサウンドの2種類を実演してみました。アンプのキャラクターを活かしつつ、ディーバーオーバードライブが必要な原因やサチュレーションを超えてくれるので、幅広いジャンルにフィットすると思います。あと、ボリュームコントロールも組み合わせると、かなり幅広いサウンドが楽しめると思います。ボリュームもギターのボリュームとか動かして、音の変化をね、ちょっと楽しんでみてください。ちなみにこのダイナックスディーバーオーバードライブですが、現在 The One ストアで発売中です。詳細はリンクを概要欄に載せていますので、気になる方はそちらからぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、この動画少しでも参考になったらチャンネル登録や高評価をぜひお願いします。で、僕が運営しているオンラインサロン、鈴木健二のギターサウンドラボでは機材の深い使い方や音作りのノウハウなどをさらにシェアしています。僕への質問も考えています。概要欄のリンクから覗いてみてください。またこの動画での質問等あれば、ぜひ皆さんコメントを書いてください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。